健やかな脳は複雑なつながりの光で満ちています。しかし時間とともにその結び目がほどけ、記憶が霞んでいくことがあります。これはアルツハイマー病が脳を蝕んでいく姿です。けれど希望はあります。皆さんこんにちは。アルツハイマー病って一度かかったらもう元には戻らない、そう考えられてきましたよね。でももしそれが治る病気だとしたらどうでしょう。今日はこの100年以上も信じられてきた常識に真っ向から挑んだある本当に驚くべき科学研究についてじっくりと掘り下げていきたいと思います。さあ一緒に見ていきましょう。まさにこの言葉が今までの科学界の当たり前だったわけです。アルツハイマー病は一度進み始めたら後戻りはできないと。でも今日ご紹介する研究はこの当たり前をもしかしたら根っこからひっくり返してしまうかもしれない、そんな可能性を秘めているんです。まずはこれまでの考え方からおさらいしておきましょう。アルツハイマー病はいわば一方通行の道。だから治療もあくまでその進行を遅らせることに焦点が当てられてきたわけです。そしてこの問題がどれだけ深刻か、この数字を見れば一目瞭然です。2050年には1億5000万人を超える人々がこの病気に苦しむと予測されている。とんでもない数ですよね。だからこそもう今の治療法だけじゃ追いつかない、何か全く新しいアプローチが本当に必要とされているんです。でもここに科学者たちをずっと悩ませてきた面白い謎があったんです。それが N 団と呼ばれる人たちの存在。脳の中を見てみると確かにアルツハイマー病特有の変化、例えばアミロイド斑なんかが見つかる。なのにですよ、認知機能は全く正常。こういう人たちがいることが分かってきたんです。これってもしかして私たちの脳には病気と戦う何か特別な力が備わってるんじゃないかってことですよね。これを科学者たちは脳のレジリエンス、つまり回復力と呼んでいます。じゃあその脳が持つ回復力の正体って一体何なんでしょうか。そこで科学者が目をつけたのがもっとミクロな細胞レベルでのエネルギーと、そして修復のシステムだったんです。その中心にあるのがこの NAD プラスホメオスタシスっていう考え方です。まあ難しく聞こえるかもしれませんけど、要は NAD プラスっていう細胞にとってのガソリンみたいなもののバランスをちゃんと保つことなんですね。このガソリンがしっかりないと細胞は元気に働けないし、壊れたところも直せない。脳にとってはまさに生命線と言えるわけです。さてこの図が今回の研究の肝なんですけど、ちょっと見てください。左の病気のマウス、脳の中ではこの NAD プラスのバランスがガタガタになってる。でこれ実は下の人の患者さんの脳でも同じことが起きてるんです。そこで研究者たちは考えた。じゃあこのバランスを薬で元に戻してあげたらどうなると。その結果が右側。なんと病気の症状が元に戻った、つまり逆転したんです。ここが本当にすごいところで、マウスで起きたことがもしかしたら人間にも応用できるんじゃないかっていう大きな希望が見えてきたわけです。さあここからが本番です。研究者たちが挑んだのはただ病気を防ぐとかじゃなくて、もうすでに悪くなってしまった脳を元に戻すことができるのかというとんでもなく高いハードルだったんです。実験の方法はすごくわかりやすいんですよ。まずマウスがアルツハイマー病になって認知機能に問題が出てくる生後6ヶ月まであえて待つんです。そしてそこから初めて治療薬を与え始める。で6ヶ月間どうなるか様子を見る。これってまさに今病気で苦しんでいる患者さんへの治療をシミュレーションしているようなものですよね。さあ100年来の常識に挑戦したこの実験、結果はどうだったんでしょうか。本当に病気の時計の針を巻き戻すなんてことが可能だったのか、見ていきましょう。結果はもう信じられないようなものでした。まず記憶障害が完全に回復した。これだけでもすごいのに、それだけじゃなかったんです。脳を守る大事なバリアが修復されて、脳の中で起きていた炎症も収まった。さらにもっとミクロなレベル、細胞の錆びつきとか DNA の傷まで元通りになっていたんです。まさに脳が丸ごと元気を取り戻した感じですよね。口で言うだけじゃなくて、このデータがそれをはっきりと裏付けています。これ新しいものを覚えるテストなんですけど、見てください。一番左の治療しなかったマウスはやっぱりスコアが低い。でも治療を受けたマウスは一番右。健康なマウスともうほとんど変わらないレベルまで記憶力が戻ってるんです。こっちの場所を覚える能力のテストでも結果は同じでした。治療を受けたマウスはちゃんとゴールの場所を覚えてて、健康なマウスと変わらない成績を出した。認知機能が本当に劇的に良くなっているのがはっきりとわかりますよね。しかもすごいのはこれだけじゃないんです。脳の中を詳しく見てみたら、アルツハイマー病の原因って言われているアミロイド斑とかタウタンパク質の異常もちゃんと減ったり元に戻ったりしていたんです。それどころか記憶の司令塔である海馬ではなんと新しい神経細胞まで生まれていた。まさに脳が若返ったと言ってもいいような変化ですよね。いやー、マウスでの結果は本当にすごいですよね。でも皆さんが一番聞きたいのはきっとこれでしょう。で、それは人間にどう関係あるのと
ここからが一番大事なポイントになってきます。実はですね、マウスで起きていた中心的な問題、NAD プラスのバランスが崩れるっていう現象が、人間のアルツハイマー病の患者さんの脳でも全く同じように起きていたことが分かったんです。健康な人と比べると、なんと約 30% も少なくなっていた。つまり、このマウスの実験はただの動物実験じゃなくて、人間の病気をちゃんと再現していたってことなんですね。そして決定的だったのがこの数字です。46。これ何かっていうと、病気のマウスの脳で異常になって薬で元に戻ったタンパク質ありますよね。その中で人間の患者さんの脳でも全く同じように異常になっていたものの数なんです。つまりこの46個のタンパク質って人間用の治療薬を開発するためのいわば宝の地図みたいなものなんです。マウスで効いた仕組みが人間にも効く可能性が非常に高い。これは治療法を見つける上で本当に大きなヒントになります。さて、ここまで見てきて皆さんはどう思いましたか？アルツハイマー病ってこれまで考えられてきたように神経細胞がどんどん死んでいくだけのもう元には戻らない病気なんでしょうか？それとも実は脳が本来持っている回復する力を一時的に失っているだけで、その力を取り戻せばまた元に戻れる病気なんでしょうか？もしそうだとしたら、この研究が示しているのはまさにそんな希望に満ちた未来への扉なのかもしれないですね。本日のテーマは、アルツハイマー病は科学的に治る病気になりつつあるのか。長年人類が挑み続けてきたこの難病の常識が今、根底から噂されようとしているのかもしれません。まさに。そのきっかけとなったのが、最新の科学論文で報告されたマウスのアルツハイマー病が可逆的に回復したという、衝撃的な研究成果です。この論文をもとに私たちは今日深く議論を交わします。私はですね、この研究が示す新しいアプローチによって、アルツハイマー病が治療可能な未来はもはや夢物語ではなく現実になりつつあるという立場で話を進めたいと思います。そして私はその研究の意義はもちろん認めつつも、動物実験の成功から人間の治癒までには依然として大きな隔たりがあると指摘します。病気の根本原因をめぐる論争も未解決ですし、治ると結論付けるのはあまりに時期尚早ではないかという、懐疑的な視点から議論に参加させていただきたいと思います。では早速私の立場から始めさせてください。今回セルリポートメディシンに掲載された論文、これは正直に言って驚きました。これまでアルツハイマー病の治療といえば病気の進行をいかに恐ろせるか、そこが焦点でしたよね。しかしこの研究は違う。すでに進行してしまった病態を逆転させる可能性を示したんです。逆転ですか。かなり強い言葉ですね。バランスがアルツハイマー病患者の脳で崩れていることは知られていました。P7C30A という化合物をマウスに投与したところ、このバランスが正常化した。その結果が本当に驚くべきものでした。アミロイド β が原因のマウスモデルでも、タウタンパクが原因のマウスモデルでも、すでに発症していた認知機能や運動機能の障害が、健康なマウスと遜色ないレベルまで回復したんです。これは単なる症状の改善ではありません。脳内に蓄積したアミロイド、異常なタウ、神経炎症、さらには血液脳関門の破壊といった病気の物理的な痕跡までな包括的に改善していました。これは脳が本来持っている回復力、いわば脳のレジリエンスを呼び覚ますという全く新しい治療の扉を開いたと言えるでしょう。なるほど。その研究が非常に刺激的で重要な一歩であることは間違いありません。複数のモデルで、しかも病態生理学的なレベルまで改善が見られたというのは確かに注目に値します。しかし私はそこから全く違う結論を導き出します。まず、これがあくまでマウスの結果であるというこの冷徹な事実から目を背けるわけにはいかないんです。これまでのアルツハイマー病研究の歴史を振り返れば、それこそ墓場のように動物実験では華々しい成果を上げながら、人間を対象にした臨床試験でことごとく失敗してきた治療薬候補が山のように積み重なっています。アミロイド β を標的とした薬のことですね。その通りです。そしてより根本的な問題は、そもそもアルツハイマー病の真犯人が誰なのか、未だに科学的なコンセンサスが得られていないということです。長年教科書の主役だったアミロイド仮説は、アミロイド β を除去する薬が承認されたにもかかわらず、認知機能の改善効果が限定的であることから、その地位が大きく揺らいでいます。そして今注目を集めているのが、例えば神経細胞を守る絶縁体ミエリンの崩壊こそが根本原因だとするミエリン仮説など、新しい考え方です。この立場に立てば、今回の研究で注目されている NAD プラスの異常というのは、ミエリンが壊れたことによる単なる結果に過ぎない可能性も十分にある。一つのメカニズムの成功にはきたつのは、病気の全体像を見誤る危険な兆候かもしれない。治るというゴールにたどり着いたと考えるには、あまりにも多くのもしもが残されているというのが私の見方です。なるほど。過去の失敗例と根本原因が未確定であるというご指摘、よくわかります。でもその過去の失敗例と今回の研究を同じ土俵で語るのは少し違うんじゃないかと思うんですよ。というのも、この研究の強みは
まさにその種を超えた共通性を示唆するデータにあるからです。研究チームは人のアルツハイマー病の脳で異常が見つかっている46種類ものタンパク質を特定したのですが、驚くべきことに P7C3A20 を投与したマウスの脳ではこれらのタンパク質がことごとく正常化していたんです。ほう、46種類ですか。それは確かに興味深い。これはマウスと人で病気の根底にあるメカニズムが共通している可能性を強く示しています。過去のアミロイド抗体薬のように単に脳のゴミ掃除をするのとは薬が違う、記憶の基盤であるシナプスの機能や脳のバリアである血液脳関門の構造的完全性といった脳の生理機能そのものが回復している。これはより根本的なレベルでの正常化が起きている証拠であり、人間への応用可能性はこれまでの候補とは比べ物になるくらい期待できると、そう思うんですよ。それは説得力のある議論ですが、私はその楽観論にブレーキをかけざるを得ません。その論文自体が自らの限界点を非常に正直に認めていることを見逃すべきではないでしょう。人のアルツハイマー病のほとんどは遺伝的要因がはっきりしない散発性であるのに対し、この研究は特定の遺伝子を改変したマウスモデルに依存していると。人間の脳の計り知れない複雑さ、一人一人異なる遺伝的背景、そして数十年という長い時間をかけて進行する老化のプロセスは、均一な環境で育てられた遺伝子操作マウスとはまあ比較になりません。このモデル動物と人とのギャップこそが、これまで数々の有望な治療薬候補が越えられなかった壁なんです。しかし、今回はメカニズムの普遍性が期待できるのでは？かもしれません。しかし、もう一つ、安全性という現実的な問題があります。歴史的に見て NAD プラスのレベルを上げる物質、いわゆる NAD プラス前駆体には、がん細胞の増殖を促進する可能性が指摘されたことがありました。今回の P7C3A20 は、NAD プラスを過剰に増やすのではなく、正常範囲内に留めるという点が新しいとされていますが、人間がこれを長期間服用した場合の安全性がどうなるかは全くの未知数です。マウスから人への飛躍が決して簡単な道のりではないことは、この分野の研究者なら誰もが痛感しているはずです。安全性の検証が不可欠なのは当然です。ただ、議論を病気の根本原因に戻しましょう。私は NAD プラスの恒常性の崩壊こそがアミロイドやタウといった個別の現象を引き起こすより上流の根本原因だと考えています。NAD プラスはいわば細胞が使うエネルギー通貨であり、 DNA の修復にも関わる生命活動の根幹です。この通貨システムが破綻すれば、細胞内の様々な機能がドミノ倒しのように破綻していく。アミロイドの蓄積やタウの異常もその下流で起きる結果に過ぎないのではないでしょうか。実際に今回の研究では NAD プラスの乱れの度合いがマウスだけでなく人の患者さんにおいても病気の重症度と強く相関することが示されています。これは我々がようやく個別の症状ではなく病気の根本的なエンジンルームにたどり着きつつある証拠だと考えます。その因果関係、私は全く逆から見ています。原因と結果を取り違えている可能性がある。例えば先ほど触れたミエリン仮説で考えてみましょう。まず加齢や生活習慣など何らかの理由で神経を守るミエリンが剥がれ落ちていく、いわば電線の皮膚がボロボロになるような状態です。すると神経細胞は常に危険にさらされ、その修復のために膨大なエネルギーを消費せざるを得なくなる。その結果エネルギー通貨である NAD プラスが枯渇し恒常性が乱れる。このシナリオも十分に考えられますよね。つまり NAD プラスの異常は原因ではなくあくまで結果だと。そうです。その場合 NAD プラスを補充するのはいわばエンジントラブルを起こしている車にとりあえずガソリンを注ぎ出しているようなもの。一時的にエンジンはかかるかもしれませんが、根本的な故障は治っていません。真の根本治療はミエリンを再生させることのはずです。NAD プラスの異常が原因なのか結果なのか、この鳥が先か卵が先かの問いに明確な答えが出ていない以上、根本原因に到達したと考えるのは希望的観測に過ぎないのではないでしょうか。面白い視点ですね。ただ、もしミエリンの崩壊が根本原因だとしたら、NAD プラスを正常化するだけでなぜ血液脳関門の機能まで回復するのか説明がつきにくくないですか。今回の研究が示したのはもっと上流の包括的な回復なんです。それこそが NAD プラスがより根本的な位置にいることを示唆しているように思えます。それは細胞というシステムが極度のストレス下に置かれた結果、複数のサブシステムが同時に機能不全に陥っているだけという見方もできます。エネルギー危機に陥ればバリアを維持する力もゴミを掃除する力も失われる。そこにエネルギーを供給すれば一時的に複数の機能が回復するのはまあ当然かもしれません。しかしストレスの根源、つまりミエリンの崩壊が残っていればいずれまた同じ問題が起きるでしょう。なるほど。では視点を変えてこの研究が持つ臨床的な意義について考えてみましょう。たとえ根本原因の議論が続いているとしても、この研究が示した最も希望に満ちた点は、すでに認知機能障害が定着した進行後の段階から治療を始めても認知機能が健康なマウスと同レベルまで回復したという事実です。これは神経細胞が完全に死滅してしまう前の段階であれば、たとえ症状が進んでいても機能的な回復が可能であることを強く示唆しています。多くの患者さんやご家族にとって
これは進行を遅らせる以上の計り知れない価値を持つ発見です。単なる現状維持ではなく、回復への具体的な道筋が見えたのですから。その回復という言葉の解釈にこそ、私たちは最大限の慎重さを持って臨むべきです。マウスの行動試験で測られる認知機能、例えば新しい物体を記憶する能力や水中の隠れた台を見つける能力と、人間が持つ人生の記憶、複雑な思考、そしてその人らしさを形作る人格とを同じ土俵で語ることはできません。論文自身も広範囲にわたる神経細胞死が起きた、さらに進行した段階で機能回復が可能かどうかは今後の課題だとしています。進行した患者さんにおいて失われたかけがえのない思い出やその人固有の人間性がどこまで戻るのか、それは全くの未知数です。科学的な成果がもたらす希望は非常に大切ですが、同時に我々は回復という言葉で過度な期待を抱かせることの危うさも深く認識しておくべきではないでしょうか。それは非常に重要なご指摘です。しかし、機能回復の可能性が示されたこと自体が、絶望の中にいる多くの人々にとって大きな光であることもまた事実です。では、最後にこれまでの議論をまとめてみましょう。私の立場を要約します。NAD プラス恒常性の回復というアプローチは、進行したアルツハイマー病を複数の動物モデルで逆転させるという前例のない強力な科学的証拠を提示しました。これは、この病気を脳にゴミがたまる不可逆的な破壊と捉えるのではなく、回復可能な脳のレジリエンス、すなわち回復力の低下と捉え直す大きなパラダイムシフトを促すものです。そして、治る病気への道を切り開く、まさに画期的な一歩と言えるでしょう。私はこうまとめます。マウスでの目覚ましい成果は間違いなく今後の研究を加速させる重要な布石です。しかし、人間への応用というゴールまでには、モデル動物とのギャップ、長期的な安全性、そして病気の根本原因という依然として高く険しいハードルが存在します。つまり、アルツハイマー病を脳にたまるゴミの問題と見るか、神経を守る絶縁解の問題と見るか、あるいは今回の脳のエネルギー向上の問題と見るか、科学界の視点は未だ定まっていません。このアプローチが真の根本治療となるかは現時点では不確かです。治るという言葉が現実の重みを持つまでには、さらなる時間と熱狂から一歩引いた冷静な検証が必要不可欠です。ありがとうございます。両者の視点からアルツハイマー病研究が今大きな転換点を迎えていることは確かですね。NAD プラスをめぐるアプローチが大きな希望の光である一方、その光が本物かどうかを見極めるためには、病気の根本原因をめぐるより深く、より多角的な探求が求められています。これらの異なる視点から得られた知見が将来どのように結びつき、真の治療法へとつながっていくのか、私たちの探求はまだ始まったばかりです。